あ、亀岩の洞窟。うん、もういきなり出てきた。お、ねうん、上からショットね。いいよ、滑るとこ撮ってもいいけどせっかく靴も白いし。そっちって言っていいのかね。あ、ここ。綺麗そう。おはようございます。おはようございます。今日は2月28日土曜日というわけで、濃溝の滝を見てきました。はい。日の出の時間が6時12分なんですけどね。ね。やっぱこの曇り空なので、曇天。曇天。理想のハート型の景色は見れず。ね。もう1ミリも光は見えず。ああ、光を我にって誰だっけ？誰かが最後に言ったセリフ。ベートーベンだっけ？じゃなかった？それでは次の目的地に移動していこうかなと思います。レッツゴー。おお、すごいね。ねえ。そう、採点ね。ねえ。曇天じゃなければすごい、嬉しいんだけど。青空と菜の花っていう。菜の花なせいかさ、時々蜂が飛んでくる。菜の花のせいみたいな。ちょっとおっさんすぎない？そうな。ちょっとか。ちょっとにしたい。おお、すごいね。おお、こっからか。おお、大きいね。大きいね。これもう滝か、こっから。逃げ門島。9時からだって。9時か。もうちょいだね。なんかもう渡れそうな距離感なんだけど。普通に泳げそう。橋つなげたらいけそうな気がするんだけどな。30秒ぐらいで着く。あ、船がいる。あそこ。あ、本当だね。前の方から。よいしょよいしょ。ほい。
はい、お願いします。はい。上陸しました。上陸です。上陸した感が全然ない。すぐさまね。到着しました。うん、さあ、島結構広いのかな。歩くと30分くらい。へえ、そんなにあるんだ。うん、まあとりあえず一通り見てみましょうかね。うん、回りましょう。仁右衛門島は鴨川の海にぽっかり浮かぶ小さな島。夏は涼しく冬は暖かいと言われていて、のんびり歩くにはちょうどいい場所。しかも昔から平野仁右衛門さんの一個だけが住んでいるちょっと珍しい島。島の中にはいろんな花が咲いていて、歩いているだけでも自然をしっかり楽しめます。海を眺めたり島の空気を感じたりしながらゆるっと散策。そんな感じで1時間ほど島内を歩いて再び船着き場へ戻ります。思ったよりはでかかった。しっかり島内巡った感じ。お散歩コースとしては良かったね。腹減ったもんね。担々麺を食いに行くか。そうやそうや、担々麺や。がっつり。いいね。ランチで訪れたのは勝浦担々麺で人気のファミリーレストランこだまさん。こちら担々麺だけでも10種類あるんですが、今回いただいたのは一番シンプルな勝浦担々麺。しっかり辛さはありつつも玉ねぎの甘みがあって、辛いのがそこまで得意じゃない僕でもスルスルいけちゃいました。しかも精肉店併設のお店だけあって、たっぷり入ったひき肉がちゃんと美味しい。シンプルだからこそ勝浦担々麺の美味しさが分かりやすい一杯でした。いきなりあったね。ねえ、いきなりだね。鳥居の下まで行こうなんて思ったけど、とてもじゃないけど、これは無理だね。だいぶリスキー。なかなかハードなコースが来ました。続くな。どんどんハードになっていく。困難を乗り越えて初めて理想郷にたどり着ける。僕たちの冒険は始まったばかりだ。こっちっぽいね。こっちだね。はい。おお。なんとか火よりここから見える。あっちの方が。ほら。理想郷。理想郷です。やっとたどり着いた我らの理想郷。ちょっとここじゃない気がするな。パンパカパーン。
ゴーねえ、すごいル。うん。理想郷って景色。ね。お疲れ様でした。お疲れ様いやー、朝からいろいろ見てきたね。そうやね。うん、ああ、回ったね。回ったね。ういやー、あれは絶対ハートにならないと思いますよ、脳みそのってね。ん。ね。ハートなとこ見た試しがない。見たことない。何回か言ってるけど。うん。それに比べて仁右衛門島はちょっとね、うん。期待してなかった分面白かったっていうね。おお、もうね、うん、見どころがいっぱいあってね。相変わらず場所がおりました。そう、うん、芭蕉さんね。必ずいるね。行くとこ行くとこいるな。うん、ここにもいるんやと思って。スタンプラリー先越されてる感じ。本当よな。またいた、またいた。甘さが正義。伝わる？伝わってない。君伝わってないのか。耳を澄ませばってさ、あ図書カードあ、はいにはいはい。前もってうんうん。書かれてる。それな。それ、知ってたわ。場所と一緒。本当や。天沢君の方がいいかな。ちょいストーカー気質かな。そうか、それもそれでか。それじゃあ今日の旅はこの辺で。はーい。また次の旅でお会いしましょはーい。う。またねー。またねー。